願いします。マルテンうどん5のお客様。美味しいです。お願いします。ごぼ天うどん2つ目で上がりです。お待たせいたしました。肉うどんごぼ天トッピングでございます。肉ブレ丸いきます。お願いします。ゆっくりどうぞ。だしは今どういった状態なの？昆布と煮干しを前日から漬け込んで水出しして旨味が出てるので、そこから温度上げてその後雑節を入れていく感じです。ごぼ天が半数ぐらいで皆さんつけられるので、朝大量に剥いて切って仕込みます。肉うどんとごぼ天が。そうですね、トッピングという形なんですけど、初めて来られるお客さんとかは肉うどんにごぼ天をトッピングしてっていうのがもうほとんどです。
がとうございます。おはようございます。社長って福岡出身なんですよね。はい、どういうきっかけで北海道でお店出されたんですか。30歳の誕生日の時に、その時サラリーマンやってたんですけど、このままでいいのかなと思ったんですよ。労働年齢としては折り返しだからいいのかなと思って、良くないなと狙って、今ほどうどん屋さんがなかったんですよ、北海道って。スープカレーとかジンギスカンとかお寿司とかそういう感じなんですけど、母方のが結構蕎麦屋さんうどん屋さんだったんですよ。ちっちゃい頃からなんかもうそういうだしうどんとかそばのなんか英才教育受けたようなもんなんで、うどん屋ないからライバルいなかったらいけるんじゃないかなと思って、それでやったのが初めです。ですぐにもう決めて香川に勉強しに行ったんですよ。もう学生の段階でこっち来てるんで、大学進学できない北海道憧れだったんで来たって感じなんですよ。札幌はすごい好きなんで、福岡帰ったら逆にうどん屋はやらないんです。逆にスープカレー屋とかをやるかもしれないですね。お客様お願いします。麺入ります。お願いします。天ぷら2つ、これでトッピング2つ、でトッピング1つ。いただきます。しゃーす。ミルクのビールで。林さん。なんだっけ。お願いします。エビ天ブレ、鶏天とピーナッツの卵天になります。お願いします。エビ天ブレ、鶏天。同じものですね。こちらが卵天ついてます。ごきどうぞ。はい。ちょっと待って。一つ目お願いします。揚げ玉入ってます。天ぷらうどんもう一つです。ごきどうぞ。ごきどうぞ。阿放我有动了。
天ぷら飯。ございます。ありがとうございます。天ぷらうどん、鶏天トッピング、天ぷら飯お願いします。うどんと天ぷら飯。70着そのお願いします。天ぷらうどんになります。お待たせしました。天ぷらうどんです。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。鍋油。じゃあお願いします。鍋焼き上がり。肉うどんにごぼ天トッピングと丸天うどんにごぼ天トッピング一つお願いします。はい、ありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。出しいけますか。足いけます。はい、椅子入ります。丸天うどん、ごぼ天トッピングお願いします。お待たせいたしました。肉うどんごぼ天トッピングでございます。失礼いたします。ゆっくりどうぞ。お願いします。きつねうどん、わかめトッピングになります。お待たせいたしました。きつねうどん、ネギ OK です。提供。はい。お願いします。きつねうどん、ごぼ天トッピング、ご生姜つけます。じゃあ肉カレーうどんお願いします。肉ブレ一つ、ごぼ天ブレの大盛り一つお願いします。はい、ありがとうございます。次いけますか。入ります。お願いします。よっしゃー。肉ブレ、例です。6のお客様。はい、次大盛り。どうぞ。 6、7。現在が大盛り。大盛りでいい。大盛りでございます。ごきどうぞ。ゆっくりどうぞ。どうぞ。
カレーごぼう。のもあれかもしれないです。しいたけでごぼ天うどんに鶏天トッピング1つ、肉うどんに鶏天とごぼ天トッピング1つお願いします。ありがとうございます。はい、お客様、肉カレー丼お願いします。はい、ごぼ天肉。ごぼ天うどん、鶏天トッピングお願いします。はい、しいたけ様、肉うどん、鶏天、ごぼ天トッピングになります。お願いします。ありがとうございます。はい、天ぷら。お願いします。ごゆっくりどうぞ。失礼いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。仕上がります。お願いします。出し並お願いします。はい、種うどんいくよ。お願いします。肉うどん、ごぼ天トッピングお願いします。ありがとうございます。汁がちょっと見れるように、バターとソース。ここにね。お願いします。はい、かけうどんでしいたけ様終わりです。お待たせいたしました。かけうどんでございます。よく来られるんですか。いや、みんな初めてです。どうですか、初めて来た感想は。美味しいです。鍋1セットです。はい。倒れることあるんですね。お気をつけください。お待たせいたしました。じゃあ肉うどん。はい、お待たせいたしました。鍋焼きうどんお味どうですか。めちゃくちゃ美味しい。ありがとうございます。ここでネギ OK です。はい。お願いします。兄さんたち様、肉うどんで上がりになります。肉グレー丸いきます。はい。肉うどんでございます。すいません、こちらから失礼いたします。ゆっくりどうぞ。麺守る。
しいたけ様ごぼ天うどん1つ目お願いします。お願いします。しいたけ様ごぼ天うどん2つ目で上がりです。お願いします。あと2分半。はい。肉うどんすごい。ゆっくりどうぞ。肉ブレごぼ天鶏天2つ目の大盛りですね。はい。はい、天ぷら召し上がります。お願いします。エビ天ブレに天ぷら飯ですね。完成。こちらビータク様上がりです。はい。お願いします。冷たい肉分ごぼ天と手の特徴でございます。子供用の取り皿いただいてもいいですか。かしこまりました。それをお持ちいたしますね。おお、上手。話されてるけどよく来られるんですか。結構来てます。最近ちょっと来れなくて、それまでは1ヶ月に1回ぐらいはずっと来てたね。はい、すごい好きです。ありがとうございます。お願いします。丸天うどん56様。お願いします。天ぷらうどん大盛りになります。はい。お待たせいたしました。天ぷら満点うどんお味しいです。美味しいです。ありがとうございます。はい、ごぼういくよ。はい。はい。エビです。ベイビー。はい。提供お願いします。お待たせしました。天ぷらうどんになります。うまい。美味しいです。丸田様提供お願いします。鍋焼きうどんになります。お願いします。いたしました。ありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。ありがとうございます。ビータク様お願いします。肉うどんごぼ天トッピングになります。お待たせいたしました。肉うどんごぼ天のトッピングでございます。4つお水です。ありがとうございます。気をつけてどうぞ。お待たせいたしました。ありがとうございます。お疲れ様です。また来ます。ありがとうございます。お気をつけて。スタッフがね、めっちゃ頑張ってくれるんですよね。私もこの人たちのためにこの後人生使おうって決めたんですよ。この人たちがこの先自信持って食っていくというか生きていくというか家族も養っていけるっていうふうにするにはどうしたらいいかなって考えたら、人数分の増田ブランドの増田うどんを作ればいいなと思ったんですよ。本人たちが1店舗ずつ持ってお金取る気もないし、だから2号店はそれが目標、スタッフのため。なんかもう野心とかそういうのは10年前5年前ぐらいまではあったんですけど、増田おはぎやって増田いなりやってまあいろいろしたんですけど、やっぱうどんかなって思いました。長いことありがとうありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。
汁。はい、お待たせいたしました。酢だし、一番だし、ちょっと飲んでみてください。僕もともと板前和食だったんですよ。札幌とかすすきので修行してたんですけど、独立する前の店が、和食の店で、おかみが四国出身だったんですよね。その当時は四国からうどん送ってもらってたんですよ。でコース料理の最後に出してたんですけど、で江別がちょうど小麦粉の産地ということで、春豊を入れて何かを作りたいなと思ってたんですよね。でうどんがいいなと思って。豚バラですね。豚バラブロック。こんな雪少ないことないんですよ。分かるようになって。
次もはい、お願いします。はい。具できたから具とあれやるから、それからトッピング。ごめんなさい。私が豚にしましょう。で、はい。グータップと半熟卵天丼スープ。失礼します。今まで何回かフルートして結構駐車場満車でお出汁もすごく体に染みる感じのお味ですし、うどんもとても喉越しよく食べられて美味しいです。美味しい美味しい。豚とあとはよしカメ30秒で上がる。11。マグロユッケのセットと豚角煮の温玉丼セットで。私がインスタ見ててすごいここのお店気になってて、今日はもうこれを食べに来たって感じでした。そうなんです。私角煮のセット頼んだんですけど、はい、柔らかくて全然繊維残んない感じですごい美味しかったです。自分二日酔い気味なんですけど5層6分締め当たって美味しかったです。伝染してみんなせっかちのロンドン。
30分運ぶ時間ください。2番。よし。カメ次向いとは。ないしょ。いちごあるかな。いちごいいのないな。オレンジしかない。どうもありがとうございます。ありがとうございます。おられてるな。15。よし。ちょっとなんか滑るから。はい、お待たせいたしました。卵天板お待たせいたしました。どうも。弾力がすごいです。いつもなんか注文されるもんって決まってます。セットもので行けそうな時は行きたくなるお店。いや美味しいですね。ちょうどいい量ですし、つゆが美味しいです。豚の角煮の、セットの定食いただきました。どうもありがとうございます。お盆かかってよし。ネギなし。ご飯少なめでね。ネギなし卵かけご飯だけね。あれご飯少なめ。マグロは多いから。僕の中で一つは多いですね。一つ冷やし。冷やし。私はいける。よし、はい、ください。こちらにお子様のおうどん。はい、ありがとう。
醤油も美味しいんですよ。時間かかるんでね、これ。で結構夏場になるとやっぱり時期によって、ナスビ入ったりちょっと変わるんですよね。これさつまいもじゃなくてかぼちゃだったりれんこんじゃなくてナスだったり、春菊と大葉は今大体入れてますね。はい、お待たせいたしました。天丼セットです。はい、どうぞ。夜はですね、やっぱりコロナからだいぶ変わって7時半とか8時のもありますし、あとお客さん次第でどんどん伸ばしていきたいですよね。ガチなんでみんなここで働いたらせっかち壁もできる。はい、大丈夫です。いただきます。美味しそう。だしうまいわ。久々にあったかい金のだし。ありがとうございます。ぜひぜひまた来た時寄ってください。だし取りたいとこから始まるんで、熱いお湯が欲しいですよね。いつも食べたいんだよねって言っていただけるような、普段使いで使っていただけるお店っていうのが目指してる場所ですね。今どんどん店舗増えてってるのもやっぱり最初のスタートがこういう札幌の外れからスタートだったんで、食べに来ていただけるのも嬉しいんですけどね、やっぱりもう少しお客さん側に寄ってっていうのもやりたいな。綺麗にどうやって早く出汁を取れるかっていうのをやってるので、この出汁袋の中に本当にチップ状にしてカツオがこう早く出るようにっていうような形にして取ってるんです。
ちはストレートダレを作るんですよ。一気に作り置きてるんですけど、飲めるような状態で作るので、ここからストレートダレっていうんですけど、ここからストレートでそのままどんどん使っていくので、これがどんどん減っていっちゃうっていう。昨日作っただしと今日作った1日寝かす、2日寝かすことによってうまみ成分が立つんですよ。そのリスクとしては風味が落ちるんですよ。基本的にはやっぱりうまみ残しつつ風味も欲しいから、昨日おととい作ったうまさが増しただしに今日取った風味の強いやつをブレンドしていくっていう、結局はそうストレートとして作っていく。うちで言えば大型店が3つあるんですけど、本店と手稲店と千歳店の大型店は今もそのやり方をとってるので、こう街の中心部とかに入っていくとお店がどんどんちっちゃくなっちゃうので、この出汁を寝かしておくための冷蔵庫が店内に置けないんですよ。ここはやっぱりちょっとやり方の制度は多少変わってはくるんですけど、大型店の3つに関しては従来通りのその寝かす出汁っていうのもうまく使いながらやってるんですよ。出汁が本当そのお蕎麦をどれだけ引き立てれるかっていうのはお出汁で決まる。チェーン展開してるところで、うちらのようなちょっと変わった手打ちの極太縮れ麺の作業で01で打ってるものをそのバランスよく店舗展開しながらやってるっていうのは全国でも珍しいってすごく言ってもらえるので、そこがうちの中でもやっぱり一番売りなのかな。組織としてのチームワークとしてですね、みんな頑張ってもらってるので、ここで食べても美味しいよって言ってもらえるように維持できてるのかなと思うんですけど。鴨のそぼろ丼ってやってるんですよ。これを業者に回してひき肉にしてもらってる。今切ったので何日分ぐらいなんですか？これだけで言ったら1日持たないです。柏はすごい難しくて、鴨はただシュッシュッシュッって切っていくだけなんですよ。筋は何か使われるんですか？いや、これは使わないです。こっちの皮はだしに入れるときに一緒に入れて油でだし取って盛るときはこれを取るんです。インスタグラム結構更新されてるんですか？ストーリーは毎日出してます。はい。10店舗ありますね。道内8店舗あるんですけど、卸市内に7店舗で千歳市に1店舗で、あと千葉に2つあります。幅的に言うとですね、33席なんですね。本当の繁忙期ってゴールデンウィークとかお盆とかの夏になるんですけど、300人から400人ぐらいずっと忙しいですよ。オープンから最後まで忙しいですよ。基礎と同じような扱いで、北海道の赤井川だったかな、そこに自生してた松の木をこう切ってきて、で自分たちで剥いた木が針としてこう店にドンと入る。ベックスさんっていうところのログハウスの専門店の人とこう話しながらやってたんですけど、女性客を引きつけるのはどうしたらいいかっていうところで、そこにやっぱこだわって作ったのがこの本店でもあるんですけど、大会にエントリーしたんですよ。それから1年経過してエントリーかけて、2009年度の日本ログハウスオブザイヤーですね、レストラン部門の優秀賞っていうのを取らせてもらったっていう。一人一人ね、そばを打ちながら写真が趣味でずっと写真を撮ってる本州出身の子がいて、
でその子はねどちらかというと写真がメインなんですよ。写真がメインで空いてる時にそばを打ちに来るような感じで、この飾ってる写真がね全部その子が撮った写真で、この北海道のあっちのこう季節によってその子がこう撮った写真でこう描いてるんですけど、鶏を一旦炒めて、それからカレー作る。北海道産のもも肉使ってていい肉使ってるんですけど、うちの柏そば用の鶏肉でもカレー用も全部一緒なんですよ。できるだけこう品質のいいもので美味しいものを使おうという形にはしてはいます。北海道って美味しいもの多いじゃないですか。野菜にしてもお肉にしても。北海道って実は地産地消でやるのが一番安いし美味しいしなんで。僕ね、おじいちゃんおばあちゃんがお蕎麦屋さんなんですよ、もともと。日高地方に泉食堂ってあるんですけど、そこもう60数年やってまして、うちの母方の実家で家も隣にあったので、お蕎麦文化で育ったんですけど、親元離れて高校に来て、大学は静岡に帰ってきてサラリーマンやってとかで、サラリーマンやりながらお蕎麦を食べ歩いてる時に、おじいちゃんおばあちゃんのお蕎麦ってすごい美味しかったなと思いながら、この味をやっぱり札幌で出したいなと思うところから実家に戻っていろいろと自分が独立するための準備で勉強させてもらうっていうところから始まりますね。で31になる時に札幌に進出してきて、妻と2人で、一から桜というお蕎麦を作ったっていうところから始まるんです。お金もないですからちっちゃいお店を借りて3年ぐらいそこで始めて、今こっちのお店を建てたってところです。一番初めの創業は何年なんですか？2005年の12月の年の瀬なんですけど、クリスマスぐらいの時にオープンしたっていうのが一番最初なんです。うちの麺は基本的にはやっぱり防腐剤とか何も入れてないので、そば粉とすがり入れてるだけなので、あとはこの建物の地下に200メートルで井戸掘ってるんですよね。この下にもうめちゃくちゃ良質な、一生枯れることない某有名なジュースメーカーのミネラルウォーターがそのお水から作られてる。このお水で基本的には麺をこう打ち、いい水で打つことによってお蕎麦はやっぱり全然生き生きとするので、水道ひねれば当然全部その水が出るので、お出汁のカツオの出方もやっぱものすごくいいんですよね。軟水のきれいな透き通った水が出るので、すごくお出汁が透明で美味しいかなっていうのが、こうやってなんですけど、やっぱここがやっぱ一番お出汁が美味しいかなっていう一番人気って何になるんですか？やっぱり鴨を使っているものが多いですね。鴨そば、鴨せいろですね。カレーも人気です。夏場でしたら冷やしたぬきも人気あります。記憶が定かじゃなくなっていいですか？あ、別にこっち来ないでいいからね。
あー、ごめんなさい。はい、小豚、大豚ね。研修中って。ここに置いて。そぼろ丼でございます。忘れてる気がする。お願いします。かけてもらって食べて。
のに鳥花巻。やってますか？東関ダイレクト。下抜き6分後です。はい。そうですね、4年弱ぐらい。どれぐらいの頻度で来られる？月にしたら1、2回ぐらいですね。今日は何頼まれたんですか？今日柏ですね。一応あと結構ね、せいろが多いですね。やっぱりそばかな。そばが美味しいですね。いらっしゃいませ。22です。いらっしゃいませ。はい。ありがとうございます。梅おろとエビって上がってる。はい、梅おろ。お願いします。で、勝ちはいけます。取り方がある。そうですね。お待たせいたしました。卵とじそばでございます。どうぞ。お菓子引き出しの中にございます。ありがとうございます。わさび丼とだし巻きが入ってます。ありがとうございます。盛りそばの大盛りです。大盛りの
徴があって、少し麺が柔めに打つんですよ。硬いと縮れてくれないので少し柔めにするんですけど、柔らくやるためには打ち粉をすごくふんだんに使うんですよ。この打ち粉がめちゃくちゃ溶け込むので、普通のおそばさで考えられないぐらい濁ってくるんですよ。ドロドロのそば湯をドバッと飲むっていう、そば湯を一緒に楽しんでいただきたいっていうのが一つの売りではあるんですよ。お願いします。お待たせしました。ごちそうさまでした。すいません。よくこちらの店さんって来られるんですか？地元が近いんで1年に 4,5 回は来るかもしれないです。そばが太くてもちもちしてて他にはない感じの美味しさですかね。いらっしゃいませ。はいよ。はい。10の2かもせる。注文なしのお課題ですか？ありがとうございます。失礼いたします。どうぞ。めちゃくちゃうまいです。最高です。
ぱいよね、いっぱいよね。うん、まだ終わり。よくさくらさんと来られるんですか？子供できる前は来てたけどね。久しぶりに来ました。好きだよね。うん。いつも何頼まれるんですか？やっぱりせいろが多いです。鴨とか鴨せい、やっぱそばだよね。太麺がね。ちょっとびっくりしたよね、最初は。美味しいです。多いから。アパートだから。あげるかもしれない。本当ですね。本当ですね。盛りの鴨せいろ。お願いします。大盛り天ざるです。注文されるもんってどういったもの？この時期は柏山菜が多くて、牡蠣が出る時は牡蠣そばが多くて、あと春と夏は冷たい盛りそばが多いんですけど、春はアスパラの天ぷらを出してくださるので、それを注文することが多いです。きのこそば10の2。あともう1個いる？それ2枚ね。はい。お願いします。お願いします。いらっしゃいませ。カレーライス。
高い。はいよ。失礼いたします。お待たせいたしました。カレーライスでございます。うん